ということで今回はですね、皆さんが気になるこの首の二重顎、これについて医学的に詳細に解説していこうと思います。二重顎っていうのは本当に全世界共通で男女問わず幅広い年齢の方で気になるところだと思います。電車とか乗ってる時にスマホを見ている女性のややこの首を下に向けた時のこの二重顎とかが僕は結構気になる時があるんですよね。そういったしつこい二重顎、どういった構造によって成り立っていて、どのような原因で起こってどのような対処法があるかっていうのを紹介していこうと思います。まずこの首の解剖ですね。これについて紹介していこうと思います。まず最初にあるのがこの皮膚ですね。皆さんつまめると思うんですけど、その皮膚が例えば伸びる、たるみが強い人などは二重顎になりやすいです。その皮膚の下にあるのが皮下脂肪ですね。一般的にこの皮下脂肪によって二重顎がグーって作られる方が非常に多いです。僕らがやっている脂肪吸引ではこの皮下脂肪を取ってあげて二重顎を改善するというのをやっています。次に出てくるのがここにあるプラティズマっていう大きな筋肉ですね。日本語で後傾筋って言います。この後傾筋、首の一面にあるんですけど、ここグーってやった時に筋肉が収縮してボコって出る人がいます。こういった原因で後傾筋が目立って二重顎というか首がもたついているように見える人もいますね。次に現れるのがスマスという筋膜群です。これは顔などにもあるんですけど、石化リフトでこう持ち上げるときに皮膚と一緒に筋膜を持ち上げてあげないと皮膚だけが上がって筋肉がそのままなので、持ち上げたところに重力がかかって綺麗なラインができないっていうのがあります。そういった時に大事なのがこのスマスですね。この筋肉の膜が首に舞って後傾筋の下にそのスマス層があります。次、サブプラティズマルファットっていう後傾筋のさらに奥にある脂肪があります。そこに脂肪がいっぱいあると後傾筋の裏から押して二重顎のように見える時がありますね。次に大事な構造としてダイガストリックマッソルといって顎にある2つの筋肉があります。それが前側と後ろ側にあって、それも首の構造として大事なものですね。次に大事なのがこの唾液腺ですね。唾液腺が膨らんでいることによって顎がボヨンと膨らんでいるようなガマガエルのようになっている人もいます。なのでこの唾液腺という構造があるというのをしっかり押さえておくのは大事だと思います。論文で記されている理想のこの首の角度ですが、サービカルメンタル暗号といって首と顎の角度、横から見た時に105度から120度の時が理想な角度とされています。ではそれぞれ原因を見ていきましょう。まず最初に皮膚のたるみです。顎下脂肪吸引で相談に来てくれる方で多いんですが、この皮膚のたるみが強いことによってこうグッてやった時に二重顎に見える人がいます。僕も実際にそんなに皮下脂肪ないんですが、こうグッて引くと二重顎に見えます。これなんでかっていうと、この皮膚が伸びるからですね。この皮膚のたるみ、やはり加齢などでどんどんたるみっていうのは促進されるんですけど、それが強い方だとここが二重顎に見えたりすることはあります。次に脂肪ですね。この皮下脂肪にある脂肪が主な原因なんですけど、稀にですが後傾筋の裏にある脂肪が原因で厚みがあることがあります。次に後傾筋の線ですね。首の筋肉が厚いタイプの人で、こうグーッと噛んだ時にここにすごい収縮して筋肉の筋が入る人がいます。後傾筋が発達していることによって線が入って顎がもたついて見える方もいますね。次、唾液腺の厚みです。意外と多く見受けられます。唾液腺3つあるんですが、その中でこの顎の下にある唾液腺があって、その唾液腺が腫れている、また発達している人などはそこがちょっとボコって見えて、先ほど言ったようにガマガエルみたいに見える人がいます。なので唾液腺かどうかっていうのは触ったら大体わかります。次、舌骨の位置が悪いという人がいます。この触った時に首にある舌骨、ハイオイドボーンというのが有名なんですけど、それの位置が結構下に来ている人だとどうしても骨が目立ってここの角度が鋭角にならずになんかボヨンとした感じになる人もいます。理想としてはこの舌骨の位置が高くて上の方にあるとここが引き締まって見えるっていうのはありますね。解剖学的に下に来ている人だとその顎が下に見えてドヨーンとした感じの鈍い感じになります。次に顎の突出具合です。やはりこの横から見た時にこの顎がちょっと前に出ているぐらいの時にすごいこのフェイスラインが綺麗に見えるっていうのがあります。実際にここが前に出ていることで前から見た時も立体的に見えてシャープに見えますし、横から見た時もこの角度がすごい綺麗に見えます。ここが陥没していてへこんでいる人だと逆に顎がなくてこの角度も鈍いように見えたりします。で、顎の突出具合というのも非常に大事になってきます。なのでよく言う E ラインを整えるっていうのはそういった意味合いもありますね。次にそれぞれの対応法について紹介していきます。まず皮膚のたるみです。これに関してまず一番最初にできるのが PDO のスレッド、糸リフトですね。糸リフトっていうのは一般的にこのこめかみの部分からグッて入れてあげてフェイスラインのもたつきなどを改善してあげることができます。また最近僕らがやっている首の糸リフトっていうのはこの顎のところから入れて角のところに出して横にクッと引き上げて定着させるものです。真ん中からこっちに引いてクッてやった時にグーってやると左右差が出るのがわかると思います。より引き締まって見えるのはこうグッと上げた方ですね。
ね。なのでそういった引き締め引き上げ効果を狙って糸リフトを行うのは有効だと思います。ただし糸リフト間違いなく断定できるのは後戻りを絶対します。糸リフトっていうのは溶ける糸を使って行うんですが、やはりだんだん溶けていくのと強度が重力に逆らって上げているだけなのでだんだんと下がっていきます。なので例えば1年に1回とか定期的に行う必要はあります。また糸でこう皮膚を移動してグッと上げてるので不自然な感じになったりとか引きつりが起こったりする場合もあります。なのでそういったところも考えて糸リフトは行うのが大事だと思いますね。ただし本当にメンテナンスで行うのは非常にいいと思うので、たるみ予防でずっと行うっていうのは一つありなんじゃないかなと個人的には思います。次にフィラー、ヒアルロン酸とかですね、首のところに入れてあげる、頬のところに入れてあげると皮膚が引き締まって見えて皮膚を持ち上げる効果もあります。皮膚を少し張りを出させてあげて引き締めるっていうのも一つありかなとは思いますね。先ほどの糸リフトと違ってそんなには劇的に変わったりすることはないので、これに関してはちょっと補充で入れてあげるなどはいいと思いますね。次に RF 治療ですね。これ最近流行ってますよね。ラジオ波による治療で、例えるなら調理をするときには焼く感じですね。やって皮膚を引き締めてあげるっていう治療ですね。これもどんどん進歩してくると思うので今後楽しみな治療の一つだと思います。次にフェイスリフトですね。これは本当に一番王道な施術ですね。皮膚のたるみに関してはこうグッと引き上げることで、フェイスリフトっていうのはこのこめかみのところから耳を取って、広い範囲だと首のところを通って皮膚を切って余った皮膚を持ち上げてそこを切って縫うっていう、これが一番最強かつ一番確実に皮膚のたるみを治せる治療になります。ただし侵襲性は間違いなく高いので、例えばここに顔面神経があるんですけど、深いところの筋肉層とかスマスを持ち上げたりするときに顔面神経を損傷したりとか、あとやっぱりしっかり剥離してこの顔のところを剥離して行うので血腫になったりとか、あとやっぱり傷跡ですよね。日本人の場合結構傷跡が目立つので、ここにがっつりと傷跡ができるっていうのはかなりリスキーなものなんじゃないかなとは思います。ただし本当にもうたるみがすごいタルタルの人などはもう切開リフトやるしかないので、そこに関してはすごいいい施術だと思います。一般的に欧米だけじゃなく世界で行われている皮膚のたるみ治療の最もスタンダードな施術はこの切開リフトで、侵襲性じゃないのは糸リフトです。この2つを使い分けてやるのが一般的な皮膚のたるみ治療ですね。また先ほど言ったようにこの首のたるみを気になる方だと、この首のところまで切って縫うっていう方法と、あと一つ正中部を切ってここをキュッてやって皮膚のたるみを取るっていう方法もあります。いろいろその方のどこのたるみ具合が違うかによって皮膚をどこを切るかっていうのを調節することができるので、応用性の高い施術で僕はとてもいい施術だと思います。次に二重顎が皮下脂肪によってできている場合です。これはもう皮下脂肪を取るしかないので、脂肪細胞をどうにかして取る施術になってきます。まず最も一般的に行われているのがおそらく脂肪溶解注射だと思います。英語ではカイベラ、デオキシコール酸っていう単純に含まれている脂肪を溶かす液があるんですけど、それを使って取りたい脂肪のところに打ってあげて脂肪細胞を減少させてあげるというものです。やはりいきなり脂肪吸引をやるっていうのは抵抗がある人が多いと思うので、こういった弱い施術から行っていって徐々にやるっていうのはとても大事なことだなと僕は思います。この脂肪溶解注射なんですけど、ただし効果が弱いので、やはり回数を例えば4回とか6回やる必要もありますし、まんべんなく注射ができるわけではないので、例えばここに1箇所だけいっぱい入ってしまって他のところは出てないということで、例えばここだけ取れてちょっと横は残ってるなみたいなのになる可能性はあります。ただし結構マイルドに効く施術なので、そんなボコつきが出るとかそういうのは絶対にありえないと思います。なので最初に脂肪が気になるなっていうので美容施術を行うのは脂肪溶解注射かなりありだと思いますね。ただし最近気をつけてほしいのは脂肪溶解注射と脂肪吸引注射っていうのがあって、この脂肪吸引注射っていうのはもう脂肪吸引のことなので、そこだけはくれぐれも間違わないようにしてください。企業のうまいマーケティング戦略でそういった脂肪吸引注射っていうのを押し出してやっているっていうものなので、そこは全く別物なので気をつけた方がいいと思います。次にクールスカルプティングですね。これは結構大手の美容外科とかではやられていると思うんですけど、脂肪細胞を冷却して、脂肪細胞ってやはり細胞なので一定数温度を低くするとその脂肪細胞が壊死して、その壊死することをアポトーシスって言うんですけど、アポトーシスを起こさせて脂肪の細胞の数を減らすっていう施術がこのクールスカルプティングです。これに関してもやはり侵襲性が脂肪吸引と違って少ないので、まずは脂肪溶解注射、クールスカルプティング、脂肪吸引っていう風に徐々に段階に分けて上げていくっていうのは僕としてはかなりありなんじゃないかなと思います。ただしやはり効果は急にバンと下げると皮膚もやけどしてしまうので、なかなか狙ってそこにアプローチして適切な冷却温度にするっていうのはなかなか難しいと思います。次にもう実際に自分でダイエットして体重を落とすっていうものですね。これが一番自然な原理かつこれができるなら一番いいかなと僕は思います。
体重減少で皮下脂肪がつく原因っていうのは消費カロリーと摂取カロリーで、摂取カロリーが上回っている状態だと脂肪が体につき続けます。消費カロリーを増やしてあげて摂取カロリーを減らしてあげることで体の皮下脂肪を取っていくっていうのはすごい一番自然で、これができるなら本当に理想だと思いますね。ただし現代っていうのはちょっともう誘惑が多いと思うので、そこはなかなかできない人っていうのは医学の力を借りて痩せるっていうのはありなんじゃないかなと思います。なのでまずは自分で頑張ってみるっていうのは非常に大事な考え方だと思います。次に皮下脂肪の吸引、脂肪吸引ですね。これが一番最速かつ確実に効果が出る最強のメソッドだと思います。顎下の脂肪吸引っていうのは本当に脂肪吸引の主義的には一番簡単な主義になります。ただこの顎下の脂肪吸引はもう本当に気にせずにペラペラにしてあげてやることで、この脂肪をしっかりなくしてあげるっていうのが日本でやられている施術です。ただし本当に気をつけないといけないのは、解剖学的に重要な血管とか神経が非常に走行しているので、そこを損傷してしまうと致命的になるというところです。なのでそれを分かっているドクターとクリニックでやるっていうのが大事ですね。以前他の YouTube チャンネルでも説明したかもしれないんですけど、本当にここに外頸動脈とその枝があって顔面神経の枝もあるので、非常に大事な血管神経が走行しています。それを注意してしっかりやるっていうのが本当に大事になってきますね。リスクもそうなんですけど、ダウンタイムも長い施術になってきます。実は腫れ内出血も出ますし、あと硬い感じが出るんですよね。脂肪吸引やるとその皮下脂肪を取ったところが空洞を埋めようとする反応ができて、それは繊維化なんですけど、繊維化が起こってすごい硬い感じが術後3ヶ月から半年くらい続くので、手術から完成になるまでの時間が長い施術の一つです。次に後傾筋を治す治療ですね。一番簡単なのがやっぱりボトックス打ってあげるっていうのは非常に簡便かつ効果的な治療だと思います。ボトックスっていうのはボツリヌストキシンというグラム陽性肝菌の菌の毒素を使ったものです。でそれっていうのはアセチルコリン受容体っていうところに作用して、その作用をブロックします。神経から筋肉に伝達を送るときに、例えば僕がギューッと収縮したい時っていうのは脳から神経が伝達してるんですよね。で伝達して筋肉に伝達されたらギューっていう反応を起こすことができます。その伝達するところの神経と筋肉の間の部分をシャッとすることで収縮が起こらないようにさせるというのがボトックスの役目です。なのでこの後傾筋が発達して盛り上がっている人などはボトックスを打ってあげるとかなりスッキリすると思います。次に後傾筋を切除するという手術もあります。やはりこの筋肉が発達して肥大している方だと、少し筋肉を切ってあげて切除して縫い付けてあげる。それだけでもかなりスッキリしますね。韓国などではかなり流行っている施術で、韓国などではすごいやってるクリニックが多くて、日本ではあまりやっていないクリニックがあります。ただ当院ではやっているので、もし後傾筋が気になるっていう方は相談していただければなと思いますね。次に後傾筋の下の脂肪が厚くて二重顎ができている人の時の対処法です。これに関してはかなり侵襲的で、先ほど言った後傾筋を切る施術のさらに奥にある脂肪なので、後傾筋をピラッて開けてあげて、そこにある脂肪を取ってきて除去して、また後傾筋縫って皮下脂肪も縫って皮膚も縫う感じの施術になってきます。これやってるところはかなり少ないと思うんですけど、一応原理としては可能です。アメリカなんかではやってるところもあります。ただしこの首のところはもちろん血管が入り混じっているので、とてもリスキーな施術にはなってきます。次に唾液腺が発達していることによって二重顎がもたついて見えるというものです。この唾液腺の肥大に関しては先ほど言ったボトックスが非常に有効です。やはり唾液っていうのはそのアセチルコリンが原因でたくさん出るので、ボトックスを打ってあげることでそのアセチルコリンの作用を抑えて唾液腺の働きを弱めてあげて萎縮させることができます。なのでボトックス本当に非常に幅広いところに使えて、もう美容施術としてはすごいいい治療ですよね。あともう一つ、もう本当に外科的に侵襲性のあるものだと、その唾液腺があまりにも発達している人だと、例えばちょっとだけ取ってあげて切除するっていう方法もあります。マンディビュラナーブって言って顔面神経の枝が走っているので、そこを気をつけながら唾液腺を切除することが大事です。あと最後、後傾筋をですね、先ほど言った切除するような感じでグッと引き上げてあげると唾液腺も一緒にグッとなることがあります。なので後傾筋をグッと引き上げてあげて唾液腺の萎縮をちょっとずらしてあげるっていう施術も原理としてはあり得ます。最後に顎のこの突出を出してあげて E ラインを作って二重顎をきれいに見せるっていうところですね。これに関してはもう2つ紹介しておきます。1つは一番簡単なのはここにヒアルロン酸を入れるというものですね。これが一番簡便かつ早くて本当にきれいにできるので、僕は顎のヒアルロン酸をとてもおすすめしていますね。この E ラインが整っていない人に関しては。でここにヒアルロン酸入れてあげると、ここはシャープに見える。横から見た時はスッキリ見えます。ヒアルロン酸いくつか種類あるんですけど、この顎に入れるのは硬いものを入れます。次にヒアルロン酸ってやっぱり溶けてしまうので、1年に1回とかそれ
れぐらいで入れる必要があるんですけども、溶けるのがめんどくさいっていう方だと、もう一気にここにプロテーゼを入れるっていう処置もありますね。鼻にプロテーゼを入れるように顎にもプロテーゼを入れてあげて、ここをシャープに見せるっていうのは、非常に有効な方法かなと僕は思います。さあ、二重顎は治す時のその脂肪美容クリニックでの一般的な料金を説明していこうと思います。まず脂肪溶解注射ですね。これは本当に何 cc 何円で売っているところが多いと思います。この二重顎が気になる顎の下の部分だけだと 10cc から 20cc ですね。 1cc だいたい1000円とか、高くても5000円ぐらいでやってるところが多いと思います。なので 10cc 入れても1万円から、高くても10万円以内で収まるんじゃないかなと思いますね。で、回数が必要なので4回とか6回必要があるので、1回10万円のものを例えば4回6回やって40万60万とかにするなら、もう脂肪筋僕はやった方がいいと思うので、安い料金でマイルドな効果を期待してやる分にはいいと思います。脂肪溶解注射にもし金額課金するなら10万円以内で留めておくのが無難かなと僕は思いますね。次に脂肪冷却です。でも大体脂肪冷却に顎下だけだと5万からかけて10万ぐらいで抑えるのがいいんじゃないですかね。ちょっと相場わからないので、これに関してははっきりと言えないです。次に脂肪吸引ですね。しっかり確実に取れて、施術なので平均相場が顎下のみだと、20万から30万ぐらいが相場なんじゃないかなと思います。モニター価格などを使うと少し安くなることはあるとは思うんですけど、大体20から30万が妥当な金額だと思いますね。40、50請求してるところは顎下だけだと見たことはないですね。ただアメリカをさっき見たんですけど、3000ドルから5000ドルっていうことは、45から75万ぐらいでやってるところが多そうですね、アメリカだと。次にこの顎のヒアルとかプロテーゼですね。ヒアルロン酸に関しては、大体5万から10万ぐらいですね。でも顎のヒアルで10万使う必要はないと思うので、大体5万から、10万以内ですね、やるとしても。ただ 1cc でそれぐらいの値段なので、例えば 2cc 入れるとなるとその倍料金がかかるというのはご了承ください。で、顎のプロテーゼなんですけど、これは結構外科的な処置になってしまうので、もう高くて50万、そんなにかかんないと思うので、多分20万から40万ぐらいでやるのが妥当なんじゃないかなと僕は思います。最後、石化リフトですね。この石化リフトはかなり高度なオペで、かつ時間もかかって、やっぱり術後のケアとかも大事になってくるので、これに関しては、80から150、200万で設定しているクリニックもあると思います。あと、石灰範囲によっても料金なども変わってくるとは思うので、そこも加味して、わかんないですけど、80から200万ぐらいが相場だと思いますね、石化リフトに関しては。アメリカのやつを見ると、1万ドルから2万5000ドルなので、大体120、30万から300万以内でやってますよね。最後にですね、二重顎になる原因は説明したんですけど、皮下脂肪が原因で二重顎になるパターンのタイプで脂肪吸引やるとどれぐらい変わるかっていうのを紹介して終わろうと思います。この方はですね、フィリピンの方なんですけど、術前とこれ3ヶ月後でかなり変わっているのがわかると思います。術前だとこの皮下脂肪が厚い感じがわかるんですけど、術後3ヶ月後になるとかなりスッキリしていて、この首と顎の角度も105度から120度の理想の角度になっているのがわかると思います。結構海外の方だと皮下脂肪が厚くて皮膚も厚いタイプなので脂肪吸引が大変なんですけど、この方の場合は劇的に変わったので満足してくださいました。今回はですね、二重顎になる原因を結構医学的に解説しました。ここまでしっかり医学的に解説しているのはなかなかないと思うので、ぜひ参考にしてみてください。脂肪筋だけじゃなくて医学的にボディを整えるっていうのところを解説していこうと思うので、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。それでは。